こんにちは、ミッキーです。今回は2024年最新レポート池袋カフェ5選です。これまでにも何度かご紹介している池袋。新宿、渋谷と並んで三大副都心の一つとされ、東京都民はもちろん埼玉県民にとっても欠かせない人気のエリアです。近年は外国人からの人気も高く、秋葉原が男性のオタク文化を支える街だとすると、池袋は女性のオタク文化を支える街だとされることもございます。そんな物理的にも文化的にも様々な人が行き交うからこそ実現されている池袋だから体験できる数々のカフェの中から今回も個性のあるカフェをご紹介していきます。ぜひ参考にしていただいて素敵な春をお過ごしください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは2023年12月に新しくオープンしましたオールドさんです。ポップでカラフルなだけじゃない、こだわりの進化系ドーナツ、パンが20種類以上並ぶカフェで元気チャージができる、そんなお店になっています。ふわふわでもちもちの生地が特徴の生ドーナツが大人気のこちらのお店。その秘密は2年という時間を費やしてやっと完成したこだわりの生地にあります。北海道産北の香りと種子島産サトウキビ、そこに熱を加えても水分を保ちやすいかぼちゃを練り込んでいるとのこと。そして低温で熟成させること12時間。生ドーナツを実現するためのふわもち食感が完成しているとのことです。新鮮なうちに味わってほしいということで、賞味期限はなんと当日中。油を落としているので、見た目より軽い食感で何個でも食べることができるのも特徴になっています。当日中の賞味期限とは言っても、時間が経っても美味しいという点も実現しています。そのため、テイクアウトして近くの南池袋公園で楽しんだり、お土産として購入した上でご自宅で楽しまれる方も多いとのことです。実際にこの日も店舗で1個いただいた後にテイクアウトして自宅でもいただいたんですけども、店舗でいただいた時はもっちりとした食感が特徴的で、持って帰った後にいただいた場合にはふんわりといった食感がさらに強まった印象でいただくことができました。こちらの店は自然派ビストロでありますラシーヌさんでドーナツを学び、その後キッチンカーを始めた社長の斉藤さんという方がいつでも遊びに来てもらえる場所を作りたいとの思いでオープンしています。店名のオールドは映画華麗なるギャッツビーの中でレオナルド・ディカプリオが繰り返し口にするオールドスポート、つまり友よから取っているとのことです。南池袋公園からすぐにありますこちらの店は外観が白を基調としていまして、大きくてポップなデザインのタペストリーが目印。ドーナツをモチーフにしたキャラクターが大きく描かれていまして、爽やかな青とペールピンクのコントラストですぐに目に留まるかなと思います。店内に入っていただきますと、ナチュラルで開放的な明るい雰囲気も特徴的。左側にはカウンターやテーブル席、窓のそばにはソファー席もございます。そして入り口入ってすぐには出来たてのドーナツやクロワッサンなどがずらりと並んでいますので、お店に入った瞬間からワクワクするような空間です。壁にはポップアートも飾られていますので、そういった雰囲気も楽しむことができます。さて、この日に注文しましたのはカフェタイムにぴったりの DDD ミールというもの。ドリンク付きで DD、お好きなドーナツを2ついただくことができますので、ドリンク、ドーナツといった DDD ミール。食事系と甘い系を組み合わせてもいいですし、私のようにとことん甘い系を味わっていくスタイルも OK です。種類がたくさんありますので、色の組み合わせだけではなくて味の組み合わせも試行錯誤していただいて、気になるドーナツをお腹いっぱいになるまで食べてみてほしいです。また、この日いただいたように、セットのドリンクと組み合わせることで、ドーナツの甘さもまた違った味わいとして感じることができますので、そこもご自身で工夫することができる部分かなと思います。さて、ドーナツはやはりシンプルなオールド、生ドーナツが一番人気。ふわもち生地にドーナツシュガーがまぶしてあります。いずれのドーナツに関しましてもテイクアウトすることができますし、テイクアウトにはこういった可愛らしい紙袋に入れていただくこともできますので、プレゼント用としても目を引くようなインパクトのあるとても素敵なパッケージになっていました。続いてご紹介しますのは2021年
7月にオープンしました EA グランの西武池袋店です。駅からも近く、お買い物や仕事の前後に立ち寄りやすく、本棚に囲まれた落ち着いた雰囲気のカフェになっています。三省堂書店のすぐ横、人通りこそあるものの静かで人目は気にならない、そんな特徴があるお店です。三省堂書店で本を買っていただいてそのまま読書する方、電源や Wi-Fi や広いテーブルがあるので作業する方、ゆっくりとおしゃべりを楽しむ方、それぞれ思い思いの時間を過ごすことができるような空間づくりがなされています。お店自体は三省堂書店とコラボをしてアニメや小説をテーマにした限定メニューを提供することもあるとのことで、そういった工夫も楽しめるようなカフェです。まさにそんな雰囲気を携えている EA グランさん。お店は日常の中の上質がコンセプトになっていまして、朝の美味しいコーヒータイムから活気あふれるランチタイム、ティータイムにはパティシエのこだわりのケーキやフレンチトースト、ディナータイムには厳選したアンティーパストとアルコール、それぞれの日常の中に上質と居心地を実現しているといったお店です。他にも横浜や千葉、川崎にもお店があるとのことでした。コーヒーに関しましてはハンドドリップで提供されるスペシャリティコーヒーがおすすめ。こんな形で注文した際にはスペシャリティコーヒーに関する豆の特徴もカード形式で教えてくれますので、コーヒー好きな方にとっても満足いただけるような、そんなお店かなと思います。さて、この日はランチにハーフサンドイッチとスープセットのドリンクセットとしていただきました。サンドイッチもハーフになっていますのでちょうどいいサイズ。そしてスープも添えていただきまして栄養バランスもバッチリかなと思います。サンドイッチはトーストタイプとバケットタイプがありまして、半熟卵を丸々1個挟んだ黒トリュフ香る半熟卵のサンドイッチや、断面の色のコントラストが美しいローストポークと野菜のサンドマスタード添えみたいなものがありますので、ぜひご覧いただいている映像を通して気になるメニューを注文してみてほしいなと思います。続いてご紹介しますのはコンフォートスタンド池袋店です。こちらは2023年12月にニューオープンしましたとても新しい店舗です。実は私の動画では過去に汐留の店舗もご紹介していますので、もしかしたら知っている方もいるかもしれません。忙しい毎日にふらりと立ち寄って気持ちをリセット、駅近で便利なちょっと大人な雰囲気のコーヒースタンドになっています。こちらの店舗は池袋駅からのアクセスもとてもいいということで、お店の方も想像以上にお客さんに来ていただいているというふうに伺っています。この日は平日の昼間に訪れたので結構空いてたんですけれども、土日は混雑するのかなと思いますので、タイミングを見て訪れてみてほしいです。ビルの1階、大きなガラス窓とシンプルでおしゃれなお店のロゴが目印。中に入りますと空間そのものが広々としていまして、大きな窓がまさに開放的。シンプルでナチュラルなインテリアが居心地の良さをさらに倍増させてくれます。座席はカウンター、テーブル席ともにとてもゆったり配置されていまして、一人でも安心してくつろげる点も嬉しいポイント。こちらの店は都内でメゾン3館と3区などのお店を経営します丸山さんという方と、熊本の新鋭スペシャルティーコーヒーロースター&コーヒーロースターの山根さんという方がコラボレーションして生まれた新しくも懐かしいコーヒースタンドとのことです。ちなみにそちらの&コーヒーロースターさんは日比谷編の動画で日比谷の店舗もご紹介していますので、そちらでも本格的なコーヒー味わえるかなと思いますので、ぜひ知っていただいた方はそちらを飲み比べしていただくといいかなと思います。コーヒーはもちろんのこと、メニュー全般として体にも優しい本当にいいものを厳選しています。一番のおすすめは熊本や静岡からも届きますスペシャリティコーヒー。バリスタさんがハンドドリップで丁寧に入れてくれます。さて、この日に注文しましたのはトリプルチーズトーストセットというものでございまして、こちらの店がオープンしてから変わらず人気のメニューだとのことです。厚切りの食パンをてんこ盛りの削りチーズがふかふかの雪山のように覆っている一品。その下にはさらにたっぷりのとろけるチーズが乗せてありまして、チーズ好きにはたまりません。トーストはカリッともっちりとしていて美味しいですし、見た目に反して重くなくペロリと食べられるようなメニューになっていました。またチーズと合わせていただいたコーヒー自体もチーズトーストと喧嘩することがなく、すっきりといただくことができましたので、こういったペアリング自体も楽しむことができました。続いてご紹介しますのは花ばあさんです。以前から知っていまして、いつかご紹介したいと思ってたんですけども、満を持して今回ご紹介です。花を味わう贅沢な体験をすることができるお店。季節のドライフラワーに囲まれながら心癒される時間を過ごせる、そんな空間になっています。こちらの店は
ドライフラワーアーティストさんがデザインした小さなカフェバー。店内に入っていただきますと、ご覧の通り、どこを見ても温かい雰囲気のドライフラワーたちとアンティーク調のインテリアが施された空間が広がっています。まるで映画の世界の中に入り込んでしまったかのような錯覚を覚えるような空間でもあるかなと思います。内装はほとんどがオーナーさんの手作り。メインになるカウンターにもタイルが美しく貼られていまして、シックでありながらもカラフルで素敵なカウンターは手間暇かけて作り上げたような温かみを感じることもできます。そんなこちらのお店では、花を視覚だけではなくて味覚でも楽しんでほしいという店主さんの思いに溢れています。もちろん店名の花バーの通り、バーというだけありまして、えりすぐりのクラフトビールやワイン、ウイスキーの提供もございます。それでもやっぱり人気がありますのはお花のカクテル。こだわりはお花を閉じ込めた氷を使い、お花の色をイメージさせるカラフルなカクテルの上に、さらに可愛いエディブルフラワーがあしらわれている点。ピーチとポップコーンが香るポップンピーチというメニューや、3種のベリーと柑橘が織りなすキュートなカクテルなど様々ございます。カクテルということでアルコールメニューなのかなとイメージする方も多いと思うんですけども、実はノンアルコールで作ってくれる点も嬉しいポイント。お酒が苦手な方に関しましてもノンアルコールを楽しむといった用途で訪れることができるようなそんなバーです。そしておつまみにはナッツの2種盛りもおすすめ。カウンターに並んでいます小粒に入ったナッツから 2,3 種類選ぶことができるようなメニューになっていました。珍しいのはスイカの種や殻付きのマカダミアナッツなんかもございました。カフェタイムには限定ランチとお花のクリームソーダ、そしてお花のマフィンが人気とのこと。限定ランチとしましてはタコスとイエローカレーから選べるとのことなので、タイミングが合えばそちらも試してみてほしいです。さて、この日に注文しましたのはお花のクリームソーダ、アイマツリカというものとお花のマフィン、シナモンイチジクとカルダモンというメニューです。アイマツリカという名前のアイは藍色の藍。マツリカと言いますのはジャスミンの和名のマツリカから来ているとのこと。ソーダはジャスミンの香りがふんわりと感じられるすっきりとした爽やかな味わいになっていました。添えられているアイスが溶けていくと徐々に甘みが増していくような味の変化が楽しいドリンクにもなっています。そしてこちらのマフィンはスパイシーなシナモンと上質のカルダモンの甘い香りが特徴。添えられたナッツの心地よい食感を楽しむこともできました。そして最後にご紹介しますのはフクロウ書茶房という池袋の人気カフェ。こちらも前々からご紹介しようと思ってたんですけども、満を持してご紹介する店舗です。と言いますのも、こちらの店とても人気店でございまして、私が訪れる際もたとえ平日であっても5組以上待っている印象でございます。とは言っても、お一人様の場合には結構スムーズに入ることもできますので、この後ご紹介しますけれども、お一人で作業をしたりとか読書をしたりといった用途ではとてもお勧めできるような空間でもございます。ちょっとユニークなブックカフェ。コーヒーを片手にゆったりと素敵な自分時間を過ごすことができる、そんなカフェです。こちらの店はよくあるブックカフェとは一味違うユニークな仕掛けがたくさんございます。コーヒーにこだわりを持ちますドトールコーヒーと本を偏愛する神楽坂の書店カモメブックスとの出会いが実現したフクロウ書茶房。その魅力を多くの人たちに伝えたいという思いから生まれた店舗です。お店の入り口は白いアーチ状になっていまして、真ん中にフクロウ書茶房の素敵なロゴマークがついているのも特徴的です。まさにその入り口自体が非日常空間に入るための大きな門のようでワクワクしてしまいます。店内に入りますとずらりと並ぶたくさんの本たちも目に飛び込んできますので、そういった部分からもワクワクを高めてくれます。お店全体としてはクラシック調の静かで落ち着いた雰囲気のインテリアで構成されていまして、広い店内には楽しみ方によって様々なタイプの席が用意されています。図書館をイメージしたと言います一人用のカウンター席や友人やカップルで時間を過ごせるラウンジ席、日中日の光が入ってくるテーブル席やお天気のいい日には外に出ることができるテラス席なんかもございます。ということで、どの座席に案内された場合にも素敵な時間を過ごすことができるようなそんな空間づくりがされています。さて、ここからご紹介しますのはフクロウ文庫という仕組み。店内の一角に設けられました棚には店主さんが厳選した本が並んでいます。一冊一冊にしっかりとカバーがかけられていまして、フクロウ閉じと呼ばれるような表紙に書いてあるおすすめのコメントだけを頼りにその日の直感を信じて一冊を選び購入することができます。
その日のコーヒーの友にするのもよし、開封せずにプレゼントにするのにもおすすめでございます。お店のおすすめメニューとしましても、本とコーヒーのセットというものがございまして、テーマに沿って選ばれた一冊と、そのためにブレンドされたコーヒーを一緒に楽しむことができるような粋なサービスも提供されています。もちろんフードメニューもとても充実しています。ティータイムから軽いお食事まで十分に楽しむことができるような、そんな空間です。コーヒーとしましては、読書をじっくりと楽しみたい人のために考えられましたフクロウブレンドがおすすめでございまして、濃いめでナッツの香りを感じることができる一杯。サイフォン式で丁寧に抽出してくれますので、コーヒーの深い味わいを感じることができる、そんな工夫もされています。他にも紅茶としましては、ダージリンティーやフルーツティー、暑い日にさっぱりと自家製ジンジャーエールなどのソーダも味わうことができます。ちなみにメニュー自体は2024年の3月にリニューアルしたばかりでございますので、そのリニューアルされた本格的なメニュー自体もとても魅力的でございます。お食事系としましては、オムライスや種類が豊富なパスタ、片手で楽しめるような手作りサンドイッチなどもございますので、そういった様々なメニューの魅力に触れてみてほしいです。さて、この日に注文しましたのは、こちらのフクロウパンケーキ、そして先ほどご紹介しましたフクロウブレンドです。フクロウパンケーキはスキレットで焼かれましたパンケーキになっていまして、注文が入ってからじっくりと焼いてくれる一品。焼き上がりまでは20分程度かかるんですけども、それでも頼む価値があるような一品になっています。他にもアップルパイ、ミルフィーユなどの定番ケーキもございますので、そういったものも注文してみてほしいです。さて、こちらのパンケーキですけども、まるで絵本の世界から飛び出してきたかのようなふわふわ食感。その上にたっぷりのシロップをかけていただくことにしました。コーヒーとの相性もバッチリでございますので、本を読みながらじっくりとその味に触れることができます。そしてこの日は私もこのパンケーキとコーヒーに添えて一つ文庫本を買ってみました。この表紙に書かれた文章を読みながら、どの本が自分のお好みかなといったところで探すことができます。皆さんもぜひ魅力的な本との出会いを実現してみてほしいです。以上、今回は2024年最新レポート池袋カフェ5選としてご紹介しました。冒頭でご紹介しました通り、今回ご紹介した池袋のカフェはどれもとても個性的。カフェ自体も様々な業態があるからこそ、皆さんもいろんな観点でお気に入りの店があるかと思います。そんな様々なニーズにも応えられるようなバラエティの豊かさが池袋の魅力だと思っていますので、ぜひ今回のお店に限らず、過去にご紹介した池袋のカフェ等も参考にしていただいて、充実した池袋の空間に触れてみてほしいです。池袋自体もとても交通のアクセスがいいということもありますので、例えば待ち合わせまでの短い時間を過ごすためのカフェとしてチェックしていただくのもいいですし、もうこのカフェの時間だけを過ごすといったチェックの仕方もいいかなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。